さて皆さん、こんばんは、こんにちは、おはようございます。今回なんですが、うちの子の時間のオーディオの回を始めていきたいです。前回オーディオの回を取ったのは7月の初めぐらいかな。仕事でロサンゼルスに行った時に録音をいたしました。そしてそこから3ヶ月経った今なんですけれども、本当は何回か撮ろうと思ったんです。でもなかなか撮る環境がなくて、というのは録音をする、環境ですよね。家にいると外の音なんかも入っちゃいますし、防音のその設備といいますか、施設といいますか、そういうのも整っていないのでなかなか撮れなかったんですが、ちょっと、編集の仕方とか、あとカスタムといいますか、うちの子の時間で、今回のオーディオの回を、アップするのにどのように編集したらいいのかなっていうのも考えながらではあるんですけれども、今回撮ることにいたしました。本当は、ぶっちゃけて言ってしまいますと、仕事で遠方に行った時の宿泊先で撮ろうかなっていう予定がいろいろあったんです。でもその予定もなくなってしまったりとか、うまくいかなかったりとかで、結局3ヶ月ほど引き延ばしてしまって今に至ります。なので、今回から、こういった形でオーディオの回をまた改めて何回か撮っていこうかなと思っております。話のネタというものも拾ってはくるんですけれども、もし皆さんの中で、何かしら話のネタがありましたら、提供してくださると助かります。あまりそのプライベートなことであったりとかコンテンツのことっていうのは言えること言えないことであったりはするんですけれども、そのあたりは、僕自身も選びながらやっていきたいと思います。ということで今回なんですが、何を話すのかと言いますと、ちょっと短い時間ではありますが、思い出の一つとしてその3ヶ月前なんですよね。ロサンゼルスに行った時、とある仕事でロサンゼルスに行きましたが、ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、その道中の飛行機の中の機内食についてこれ話したいなと思ってたんです。で、ただただオーディオで喋ると、その機内食のイメージであったりとか画像であったりとかっていうのが言葉だけではなかなか説明がしにくいので、今回編集いたしまして、その時の写真も一緒に上げさせていただきます。ということで、まず一つ目なんですが、こちらかな。はい。おそらくこれは行きだったか帰りだったか、多分朝食だったかなと思うんですけれども、というのは飛行機の中で周りがカーテンで仕切られているので、朝なのか夜なのか昼なのかもほとんどわからないんですよ。その中で多分今運ばれてきたお食事、機内食の内容からすると朝なのかなっていうのがあったので、まずはこちらを皆さんに、ご紹介というか、こんなんでしたよっていうのをお見せいたします。ご飯の上にこれ多分チキンだと思うんですけれども、鶏そぼろみたいなものかな。そして卵、錦糸卵っぽいもの、そしてグリーンピース、一番右にあるのは多分なんですけれども、魚、鮭か何かかなと思うんですけれども、そういったものがパラパラっと、かけられています。鮭フレークみたいなものね。でこれ多分ね、ご飯にもある程度味があって、ちょっと酢飯っぽかったのかな。なので、最終的には混ぜて食べてくださいというものだったと思うんですが、結構美味しくて、特にその日本を離れて、これがね、この機内食が行きの飛行機だったのか帰りの飛行機だったのかっていうのはごめんなさい、ちょっと覚えてないんですが、お米がね恋しかったんですよ。やっぱり日本人だなと思うんですけれども、なので機内食で米が出てきた時は嬉しかったですね。
そして、上の方にあるのがサラダだと思うんですけれども、おそらくコーンですよね。サラダのコーンが好きというか嫌いというかというと、僕はどちらかっていうと好きなんですよ。なので、サラダでコーンが出てきたというのは僕は結構嬉しかったです。トウモロコシをサラダに入れるっていうのが嫌いな人って結構その食感であったりとか、またはそのトウモロコシをちょっと甘いじゃないですか。あの甘さがサラダと合わないっていうお声もあったりするんですが、僕は結構その辺は、一切関係なく、周りのその野菜と、合えばいいかなと思っております。実際にこの機内食で食べたトウモロコシのサラダっていうのは美味しかったので、僕は良かったですね。そしてヨーグルト、多分いちご味だったかな、そのヨーグルトと、そしてやっぱりおビールはねいただきます。僕今回のロサンゼルス行きもそうなんですけれども、その前のロサンゼルス行きもその前のロサンゼルス行きもやっぱりビールはね旅のお供なんですよ。スチュワーデスさんが、ワゴンを持って回ってこられるんですけれども、その時にお飲み物はいかがですかと聞かれると、やっぱりいろんなねフレッシュジュースといいますか、みかんであったりとかリンゴであったりとかウーロン茶、お茶ですよね、コーヒーとかあるんですが、真っ先にビールありますって聞きますもん。それで、今回の機内食も行き帰りともにドリンクいただけるときはビールをいただきました。ゆっくりとね飛行機の中でお食事と一緒に飲むビールっていうのは最高ですよ。本当にやっぱいいなと思いますもん、お酒ってということで、まず一つ目の機内食でございました。そして続いてなんですけれども、こちらドドン、これはどちらかっていうと夕食かランチに近いのかな。パスタでした。トマトソースっぽい中にベーコンと、そして人参という感じ、あっさりと食べれるんだけれども、なんだろう、僕ねどちらかっていうとトマトってあまり好きじゃないんですよ。ただしスパゲッティの中に入ってるトマト、またはトマト煮込みとかあるじゃないですか。ああいうものっていうのは食べられるんです。なので、そんなトマト嫌いな私でも食べられるというようなスパゲッティでした。いやだってスパゲッティってミートスパゲッティもそうですけれども、トマトほとんど入ってるじゃんっていうお話、ほとんど食べられます。もちろん美味しくね、だからやっぱり僕が嫌いなのってトマトの形をしたフレッシュなものと言いたいところなんですけれども、ドレッシングかかってたりとか、あとねドレッシングだけじゃないんですけれども、お塩でも食べれることは食べられるんですよ。じゃあなんでトマトが嫌いだって言ったのかと言いますと、若干トラウマがありましてね、小さい頃にお弁当、幼稚園とかあと遠足とかね、お弁当だった時にうちの母親がお弁当にトマトを入れるんですよ。でそうするとちょっとあったかくなるじゃないですか。フレッシュじゃなくなるじゃないですか。トマトがぬるくなったトマトを食べる、美味しくないなっていうちょっとトラウマがあったんです。なので僕はそういうトマトが嫌いっていうところから、トマト嫌いになりましたが、形を今回のように変えたりとかドレッシング味付けを変えたりとかすると食べられます。なのでちょっとわがままですね。上にはフルーツがありまして、そしてちょっとしたサラダ、多分ねチキンだと思うんですけれども、サラダがありまして、ちょこっと見えてるのが多分ねミニトマトだったと思うんですよ。ミニトマトもトマトと同じく僕のトラウマの一つです。同じ理由です。なのであまり好きではないんですけれども、せっかくね出していただいたので美味しくいただきました。さて続いてなんですが、ここは触らないのかって、まあね、もちろん
ビールいただいております。当たり前でしょ、もちろんね、これはね。でそしてですよ続いてこちら、美味しかったなこれも。はーい、結構豪勢でしょ。洋風の定食と言いますか、ディナーランチじゃないわディナーと言いますか、多分ね煮込みハンバーグだったと思うんですよ。ちょっとロールキャベツっぽいものもあったりして、サラダがついて、そしてローストビーフっぽいものもついて、ポテトサラダ、味噌汁っぽいもの、そしておビールいただきました。ご飯が好きというのは言ったんですけれども、ハンバーグも好きなんですね。ハンバーグ、カレー、この辺は王道ですよね。それが機内食で食べられるってなると、もうこれは大喜びですよ。そしてそこにビールがあって、でね、もしかしたらお行儀が悪いって言われるかもしれないんですけれども、僕はテレビとかを見ながら食べる派なんですよ。ですので機内食ってなってくると、そのシートで映画を見られるんですよね。前にモニターがついてて、でその映画を見ながらビール飲みながらご飯を食べれるという、この至福の時間ね。これはねたまらなかった。安心してゆっくりとこの時間を過ごせるっていうのはね、行きの時間だったか帰りの時間だったかわかんないんですけれども、すごくリラックスできましたね。本当はこの飛行機に乗ってる時に携帯ゲームを持って行ってプレイしようかなと思ったんですけれども、どうやらちょっと調子が悪かったみたいで何回かフリーズしたんですよね。なのでもう途中からゲームをするのを諦めて映画をひたすら見てました。これは前回とか前々回とか飛行機に乗った時も同じなんですけれども、1本だいたい2時間半くらいかな、2時間半くらいの映画を4、5本見るというのがロサンゼルス行きの、日課じゃないけれども毎年の恒例になってます。今回も、それぐらい見ました。好きなものは2回ぐらい繰り返し見たかなと思います。こういった機内食美味しく、そしていい環境で食べられたっていうのはすごくベストですね。ほんでもってこんなもんだったかな、こんなもんだね。よいしょ、最後にこれね、アイスクリームでハーゲンダッツ、しかも限定なんだと思って美味しくいただきましたというような番外編もあったりではございましたが、ちなみに一番最後になったんだけど、これ、ロサンゼルスのスーパーマーケットで買ったお寿司ですね。いや、ロサンゼルス行ったんだからロサンゼルスらしいものを食べなさいよというお声もね、友達からあったんですけれども、やっぱりねご飯欲しかったんですよね。お米が恋しかったんですよね。なのでお寿司を買っていただきました。これも美味しかったです。ということでちょっとね、いつか話そうと思っていたんですけれども、ロサンゼルスに行った時の機内食であったりとか、宿泊先で食べた料理ですね、このことについてちょっとお話をさせていただきました。今回のはうちの子の時間のおまけコンテンツと思って聞いていただければ幸いでございます。そして最後になりましたが、チャンネルを開始してから約3ヶ月、経ちました。皆さんのコメント、そして見ていただきまして本当にありがとうございます。今は、とある猫ちゃんのゲームをひたすらやっておりますけれども、また、ちょっと編集が遅れておりまして、新しい猫ちゃんのゲームの回を、今作っておりますので、どうぞ今しばらくお待ちいただければなと思います。そして次にやるゲーム、X の方ではちらっとお話をしたんですが、 Steam の方でホラーゲームと考えてはいるんですけれども、お話しした通りちょっと Steam の調子といいますか、私のパソコンと Steam のこの相性っていうのも少々悪いみたいで、それがうまいこといくかどうか分かりません。なので
もしかしたらハードを変えるかもしれませんが、ホラーゲームでいきたいなとは予定で思っております。そして皆さんから、次こんなゲームやったらいいんじゃないというようなお声も、全て拝見させていただいております。そちらの方も、これからのライセンスであったりとかっていうのを考えた上で配信できたらしたいなと思っておりますので、どうぞ、気になったところおすすめのゲームありましたら、またコメントでお書きいただければ幸いでございます。さて、それでは今回のようなオーディオの回、これからも作っていきますので、どうぞまた聞いてください。ではでは皆様、次回までよろしゅうに。